ルームウェアをより心地よくすることができました。皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画ではユニクロ U のスウェットギャザーパンツを紹介します。購入動機については動画の後半でお話しするとして、まずはこの商品の詳細を紹介します。ユニクロ U のスウェットギャザーパンツです。2022年春夏シーズンの製品です。女性向けのアイテムとして発売されたものですが、現在公式ウェブサイトでは男女兼用アイテムとして紹介されています。素材はポリエステル 60%、綿 40% です。生産国はベトナムです。価格は消費税込みで3990円です。私が購入したのはブラックの L サイズです。同じものを2本購入しました。まずは素材についてです。素材はポリエステルとコットンをブレンドしたジャージー素材です。素材の混率はポリエステルが 60% でコットンが 40% です。見た目としてはやや光沢感があり、触り心地は非常に柔らかいです。生地の裏面はこのように光沢感がさらに増しています。ポリエステルの混率が高いので洗濯後の乾きやすさには期待が持てます。またシワが入りにくいということも大きな利点です。それではディテールを見ていきます。ウエストのベルト部分にはぐるり一周ゴムが入っています。前側にはご覧のようにギャザーが入っているデザインです。ギャザーだけではなく左右1箇所ずつに深めのタックも入っています。このギャザーやタックによるボリューム感がこのパンツの魅力です。ベルトの中には紐が通してあります。紐を縛ることによって多少はウエスト寸法を調節することができます。前中心と後ろ中心の縫い目はロックミシンで縫われています。ポケットは全部で4つあります。左右両脇に縫い目を利用したシームポケットが1つずつあります。袋布には伸縮性のある薄めの素材が使われています。後ろ側は左右両方に片玉縁ポケットがついています。ポケット口には左右両方にボタンがついています。袋布には先ほどと同じ伸縮性のある薄い素材が使われています。ちなみにウエストの後ろ部分には前側のようなギャザーは入っていません。裾については端をロックミシンで処理して2つ折りをしてステッチで叩きつけられています。裾上げをする場合にはステッチを外してさらに折り上げて再びステッチで叩きつけるということになります。ただしそのまま折り上げ幅を増やして叩きつけてしまうとステッチ幅が広くなりすぎてしまいます。裾上げをするときには不要な分をカットして端にロックミシンをかけ直してから2つ折りするか三つ折りにしてステッチで叩きつけるかのどちらかの方法が良いかと思います。ウエストベルトの内側には品質表示が付けられています。ディテールについては以上です。それでは着用してみます。私はこのパンツを自宅内で過ごすためのルームウェアとして購入しました。ルームウェアとしては今までユニクロのスウェットアンクルパンツを愛用してきました。しかし最近になり一部ほつれる箇所も出てきていました。同じものに買い替えるという選択肢もありましたが、ユニクロのスウェットパンツのラインナップを見ているうちにどうしてもこのパンツが気になりました。このパンツをルームウェアとして履くことによって機能としても見た目としてもルームウェアをグレードアップさせることができるのではないかと考えました。それではコーディネートについて説明を加えます。参考として私の体型は身長が180センチで体重は65キロです。スウェットギャザーパンツの色はブラックでサイズは L です。トップスはユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネック T 長袖です。ホワイトの XL サイズを着ています。サンダルはビルケンシュトックのアムステルダムというモデルです。色はライトグレーでサイズは42です。
ソックスはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックスです。サイズは M です。この組み合わせにユニクロのスウェットアンクルパンツを合わせるというのが私の今までのルームウェアとしての基本形でした。今回パンツをこのユニクロ U のスウェットギャザーパンツに変えたことによって見た目の印象をかなり向上させることができたと考えています。ちなみに丈感ですが、身長180センチの私がウエストベルトを腰骨の位置に合わせて履いて今までお見せしてきたような仕上がりです。ウエストベルトをちょうどへその位置まで上げるとこのような仕上がりです。先ほどに比べて足元のクッションがなくなったことがわかります。どちらのバランスで履くのかはお好み次第ですが、私としては腰骨の位置で履いて足元に少しクッションが入るくらいが好みです。足元に少しクッションが入ることによってスウェットパンツでありながらもワイドシルエットのスラックスを履いているかのような印象に仕上がります。このゆとりのあるワイドシルエットがルームウェアとしても非常に快適です。ポリエステルが 60% ということで洗濯した後に非常に乾きやすいというところもポイントです。またコットンの割合が多い素材のスウェットパンツに比べて重量が軽いというところもポイントです。履いていて非常に楽です。ただし素材自体は薄手なので真冬に履くときには中にタイツなどを履いた方が良さそうです。ウエストの履き位置を分かりやすくするために T シャツの裾をパンツの中に入れてみます。ウエストベルトを腰骨の位置に合わせて履いている状態がこれです。足元に少しだけクッションが溜まっていることが分かります。私としてはこのくらいのバランスが好みです。身長180センチ、体重65キロの男性である私が L サイズを腰骨の位置で履いてこのような仕上がりです。次はこのままウエストベルトをへその位置まで上げます。ウエストベルトを腰骨の位置からへその位置まで上げると結果的に5、6センチは上に上がることになります。私の場合その結果足元にクッションがたまらないややすっきりした見た目になります。私の好みはウエストベルトを腰骨の位置で履いて足元に少しクッションを作る履き方です。しかし自宅内で家事をする時などにはこのように足元をすっきりさせた方が良い場面もありそうです。場合によって使い分けていこうと思います。今回ルームウェアとして履くパンツをユニクロ U のスウェットギャザーパンツに買い替えてみました。実際に履いてみて期待通りの商品だったので非常に満足しています。私はブラックの L サイズを2本購入しました。自宅内では夏場を除いて寝る時も含めてずっとこれを履いていくつもりです。このパンツによって自宅内での生活の質を上げることができました。非常に良い買い物ができたと感じています。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。